こんにちは、マスクドモデラーです。今回はフィギュアを美しく彩るのに欠かせない花形テクニックともいえるグラデーション塗装を徹底解説します。先に過去作品をお見せしながら自己紹介です。マスクドモデラーは年間約40体のガレージキットをお客様に代わって塗装組み立てを行う制作代行を生りとしています。今回のテーマも実際のご依頼品で活用している実践的なテクニックですので、解説をご覧になって皆様の模型作りにお役立ていただければ嬉しいです。今回の動画はグラデーション塗装の基本的な考え方から美しいグラデーションを約束する便利なツールや秘密のアイテム、具体的な作業手順や綺麗な色を作るコツなど、すぐに使えるカラーレシピや再現性の高い実践的なテクニックをまとめたグラデーション塗装のバイブルとなりうる充実した内容となっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではグラデーション塗装の基礎知識と実践までの流れを順を追って解説します。今回の動画はグラデーション塗装の手順、グラデーション塗装に便利な道具、グラデーションが簡単にできる秘密のアイテム、作例で学ぶ朝食のコツの順で解説します。すべて見ている時間がない方は概要欄に目次リンクがありますので、見たい部分を選んでご視聴ください。まずマスクドモデラーで実践しているグラデーション塗装の手順を解説します。マスクドモデラーではグラデーション塗装をする際、ハイライト色、中間色、シャドウ色と1つの色に対して2色から3色の明るさが異なる色を用意します。具体的にはこの作例のシャツのグリーンを再現するときは、グラデーションがかかっている部分の大体中間の色を最初に作ります。これを基準色と呼んでいます。基準色はこの後ハイライト色とシャドウ色に派生しますので多めに作っておきます。次に先ほど作った基準色を取り分け、ホワイトを混ぜてハイライト色を作ります。最後に基準色を取り分けてブラックなどを混ぜシャドウ色を作ります。ハイライト色はどの色でも単純にホワイトを混ぜれば問題なく作ることができますが、シャドウ色は何でもブラックを混ぜればいいというわけではなく、レッド、ブルー、イエローなど色味によって混ぜる色を変える必要があるため、綺麗なシャドウ色を作るには少し慣れが必要です。この点については後ほど色ごとに解説しますので、今は気にしないで構いません。具体的な塗装手順としては、色が決まったらまずハイライト色をベタ塗りします。グラデーションを意識する必要はありませんので、綺麗に均一に塗装しましょう。またハイライト色を塗った段階でクリアを拭いて保護をしておきます。理由は後ほど説明しますので、今は頭の片隅に置いておいてください。次に中間色で周囲にグラデーションを作っていきます。ハイライトが残るよう拭きすぎに注意しながら慎重に塗り重ねます。最後にシャドウ色で陰影をつけて完成です。この時ポイントになるのは、中間色とシャドウ色にクリアを混ぜてグラデーションしやすくすることです。塗料をシンナーで薄めるほど微妙なグラデーションがしやすくなるのですが、薄めすぎると塗料が垂れてしまうなど塗装がしにくい部分もありますので、塗料と同じ粘度があるクリアを混ぜて塗装しやすさとグラデーションのしやすさを両立するというわけです。使用しているエアブラシやコンプレッサーによって変わりますので、あくまで目安ですが、塗料にクリア1、薄め液8くらいの割合で希釈しています。塗料に対して4倍くらいの薄め液を使いますが、クリアが適切な粘度を保ってくれますので、ストレスなく塗装できます。おさらいをすると、まず最初に基準色を多めに作っておき、基準色を取り分けてホワイトを混ぜ、ハイライト色を作ります。同じく基準色を取り分け、クリアを混ぜて中間色にし、取り分けた基準色にブラックやクリアを混ぜてシャドウ色にします。大雑把に言ってしまえば、マスクドモデラーのグラデーション塗装はこれだけです。理屈を理解して経験を積めば、当店の作例を再現することが可能ですので、ここからの解説も引き続き最後までお付き合いください。次にグラデーション塗装に便利なツールを紹介します。主に使用しているのはノズル口径 0.18mm のエアブラシです。エアブラシの口径は大きいほど塗料の噴射幅が広く、口径が小さいほど狭くなります。0.5mm や 0.3mm はクリアやサフなどをベタ塗りで均一に塗装しやすく、0.2mm や 0.18mm は細吹きで繊細なグラデーションを表現するのに適しています。こちらは GSI クレオスプロゴンボーイミスターエアブラシカスタム 0.18mm という商品で、細吹き用の定番モデルということもあり、大変使いやすく愛用しているモデラーも多い優れたエアブラシです。9分の1から6分の1スケールくらいの一般的なスケールフィギュアはこれ1本あれば事足ります。23,000円程度とかなり高額なのがネックですが、持っておいて間違いのない商品だと思います。続いてこちらはノズル口径 0.2mm のエアブラシで、 0.18mm に比べれば塗料の噴射がやや太いのですが、こちらも8分の1から6分の1スケールくらいは問題なく綺麗な細吹きができます。0.18mm があれば活躍の機会は少ないですが、5分の1、4分の1といった大型のキットを塗装する際には 0.18 では細すぎることもあるため、
キットの大きさに合わせて使い分けています。私が使っているのは AirTex の Beauty4 Plus 0.2mm という商品ですが、単純に7200円程度と一番安かったという理由で購入しましたので、0.18mm を購入するまでのつなぎとして持っておくのも良いと思います。塗料の噴射量が 0.3mm に比べて少なく、塗料の節約になりますので、小さいパーツのベタ塗りにも利用できます。また、いずれも先端のニードルキャップを外した方が細拭きの際に狙いをつけやすく、キャップに溜まった汚れがしぶきになって付着してしまう事故もなくなりますので試してみてください。もう一つ便利なのがエアブラシとホースの間に取り付けるドレン&ダストキャッチャー2です。コンプレッサーから送られる空気に混入するホコリと水分を除去してくれる優れたツールです。また、手元にエア圧の調整つまみがついているため繊細な細拭きをするときに有用です。一応エアブラシ本体にも調整つまみはついているのですが、塗料で汚れて回しにくくなることが多いため、ドレンでエア圧を調節できるのはとても便利です。このようにグラデーション塗装のやりやすさはエアブラシの口径で大きく変わってきますので、小さい口径のエアブラシの購入をお勧めします。次に繊細なグラデーションが簡単にできる秘密のアイテムを紹介します。先に解説した塗装方法と 0.18mm のエアブラシ、そしてこれから紹介する秘密のアイテムを使えば、マスクドモデラーの作例はほぼ再現できると思います。そのアイテムとはズバリメラミンスポンジと粗めのコンパウンドです。一見すると塗装に関係がなさそうで、どういう意味かな、言ってることがわからねえやという声が聞こえてきそうですが、理屈がわかればすぐに実践可能なテクニックですので、引き続き集中してご覧ください。グラデーション塗装は気をつけていても、ついハイライトにシャドウを吹きすぎて全体のメリハリがなくなってしまいがちです。修正するために左の画像のように一旦ハイライト色やホワイトで明るくしてからグラデーションをやり直しても、下地の色に影響されてしまい、ホワイトが濁ってしまうため鮮やかさが失われ、発色が悪くなってしまいます。そのためマスクのモデラーでは、シャドウを吹いてからハイライトを立ち上げていく方法よりも、ハイライトを残してシャドウを入れていく方法をお勧めしています。とはいえ、服のシワなど複雑な形のパーツにハイライトをきれいに残すのは難しく、例えばこんな感じにハイライトが潰れてメリハリがなくなってしまうことはよくあります。しかし発色が悪くなりますので、ハイライト色やホワイトを上から拭くのは避けたいところです。そこで登場するのがメラミンスポンジと粗めのコンパウンドです。メラミンスポンジはスポンジヤスリの4000番から6000番相当の研磨力があり、水をつけて塗面を磨くことで少しずつ色を薄くしていくことができます。使い方は、水をつけて明るくしたいところを優しく磨きます。これだけです。特にディティールの凸部分を磨いてハイライトを露出させると、シャドウとハイライトのメリハリが生まれ、綺麗なグラデーションになります。こちらの作例も同じように、メラミンスポンジでハイライトを強調することでより立体感が生まれます。ここからは実際の制作過程を見ていきます。白地にグレーのグラデーションを吹きましたが、明るくしたい部分にもシャドウが入ってしまい、メリハリがなくなっています。そこでメラミンスポンジに水をつけて明るくしたい部分を磨いてシャドウを落とします。スポンジでなかなか落ちない場合は3000番のスポンジヤスリを、逆に落ちすぎる場合は粗めのコンパウンドをつけた綿棒で磨きます。先ほどに比べてかなり良くなりましたが、シャドウとハイライトの差が大きくなるトーンジャンプを起こしています。拡大するとこんな感じで、悪くはないですがもう少し自然な仕上がりを目指したいところです。再度シャドウを拭いて調整していきます。自然に仕上げるコツは一度に厚く拭くのではなく、薄く拭いては磨き、薄く拭いては磨きを何度か繰り返し慎重に仕上げていくことです。また、先ほど塗装の上にホワイトを拭くと濁るため避けた方が良いと説明しましたが、今回のようにかなり明るい色でシャドウのサイドも低い場合は特に影響がありませんので、ホワイトで修正しても大丈夫です。経験を積んで塗り重ねによる色の変化が予測できるようになったら臨機応変に使い分けましょう。納得のいく仕上がりになりました。できるだけエアブラシで細拭きを意識しますが、この方法を使えば比較的簡単に自然なグラデーションが作れます。知っていれば誰もが繊細なグラデーションを再現できる実践的なテクニックですので、お役に立ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。ところで動画の冒頭でハイライトを塗装した後クリアで保護すると説明したのを覚えていますでしょうか。これはメラミンスポンジで塗料を落とす際にハイライト色まで削ってしまわないようにする保護膜の役割をしています。必須というわけではありませんが、塗料を落としやすくなりますのでやっておくと安心感があります。次に当店の作例をもとに基本的な調色のコツを解説します。先ほど解説した通り、ハイライト色は基準色にホワイトを混ぜるだけでほとんど事足りるのですが、シャドウ色は単純にブラックを混ぜれば良いというわけではなく、色によって混ぜる色を変える必要があるため少し慣れが必要です。ここからは作例を紹介しながら使用頻度が高い色の調色例を解説します。
色については個人の好みや感性が特に影響する部分ですので、あくまで参考としてご覧ください。解説に入る前に前提条件を3つお伝えしておきます。1つ目は、紹介する色のうち中間色とシャドウ色は原則してクリアと多めの薄め液を混ぜています。ただし2色でグラデーションしている場合はシャドウのみにクリアを入れ、中間色は普段と同じ希釈でベタ塗りしています。2つ目は、ハイライト色はすべて標準色にホワイトを混ぜて作っています。3つ目は、調色の際にシアン、マゼンタ、イエローという色が品質しますが、これは色の三原色のことで、青みを足すときはシアン、赤みを足すときはマゼンタ、黄みを足すときはイエローをそれぞれ加えます。商品としてはガイアノーツの純色シリーズやクレオスの色の源シリーズを使っています。三原色についてはきちんと解説すると長くなりますので、後日別の動画を用意する予定ですが、色の微調整にとても便利ということのみ覚えておいてください。それでは解説に入ります。最初にブルー系です。標準的なブルーは比較的単純で、シャドウ色にはブラックを混ぜれば大体まとまります。ただ、ブルー系にブラックを混ぜるとだんだん緑がかって見えるため、様子を見ながらマゼンタで赤みを足すと綺麗なブルーを保ちやすいと思います。濃いめのブルーの場合は、ハイライト色を省いて中間色とシャドウの2色で塗装することが多いです。全体的にブルーのシャドウにはブラックと相性がいいので比較的作りやすいと思います。逆に明るいブルーはシャドウ色を省いてハイライト色と中間色のみで塗装しています。明るめの色、暗めの色はいずれも2色で十分綺麗なグラデーションにできると覚えておきましょう。次はグリーン系です。グリーン系も濃いめではっきりとしたグリーンであれば、シャドウは中間色にブラックを混ぜれば大体まとまります。髪がかなり濃いグリーンでしたので、もう一色さらに暗い色を追加してメリハリを強調しています。こちらの作例の場合は中間色が明るめのグリーンでホワイトが多く混ざっているため、単純にブラックを混ぜてシャドウを作るとグレーっぽい発色の悪いグリーンになってしまいます。そこでシャドウ色には中間色からの派生ではなく、新たにグリーンとイエローを混ぜて鮮やかなシャドウにしています。グリーンに限らずシャドウ色の鮮やかさを高く保つか低くしたいかでシャドウの作り方が変わりますので、明度、彩度、色相の関係性はある程度勉強しておくことをお勧めします。次にレッド、ピンク系です。レッドはいわゆる真っ赤の場合はレッドとシャドウ色の2色で十分です。レッドのシャドウにブラックを混ぜるとブラウンになってしまいやぼったく見えることも多いので、シアンで青みを足しパープルに寄せると鮮やかで深みのある色になります。市販の塗料ではクレオスのマルーンや小豆色がレッドのシャドウとして使いやすいと思います。また私が気に入っているのは GX クリアパープルで、しっかりと存在感のあるシャドウを入れたい時に重宝しています。こちらの作例の場合は力強さを表現するため、レッドとクリアパープルに加えてクリアブラックでシャドウを入れています。さらにハイライトにパールゴールドとクリアレッドを吹くと高級感のあるレッドになります。ピンク系の場合はシャドウに青みを入れずクリアレッドを使うことが多いです。ただしこれも明度次第ではシャドウが不要の場合も多いので、状況に応じて使い分けましょう。続いてイエロー系です。イエローにブラックを混ぜると緑っぽく変色し汚い色になりますので、シャドウにはオレンジ系やブラウン系を使うのが無難です。シアンやブラックを入れるとみるみる汚くなりますので、基本はイエローとマゼンタのみで良いと思います。イエロー系も他の色同様、明度によって2色で十分なこともありますので応用してみてください。次はホワイトです。ホワイトのシャドウはグレーを使うと汚れた印象を受けてしまうため、パープル系が無難にまとまると思います。中でも私が気に入っているのがガイアノーツのバーチャロンカラー風群青です。風群青はグレーがかった青紫で、ホワイトとクリアを加えるとホワイトのシャドウとしてちょうど良いと思います。ホワイトのシャドウはキャラクターによってピンク系やグリーン系を使うこともありますが、安定して使えるシャドウとして風群青はおすすめです。次にブラック、グレー系です。グレー系は最も簡単で、グレーにクリアブラックを重ねていけば OK です。青みがかったブラックにはグレーにシアンを足し、赤みがかったブラックにはマゼンタやブラウンを混ぜると良いです。例外的にレザー質感のブラックはブラック単色塗りをすることが多いです。レザー系の場合、グレーなどでグラデーションするよりも光沢調整で質感を表現した方がリアルになることも多いので、ケースバイケースで使い分けています。具体的にはシャドウの部分は艶を抑え気味にし、ハイライトの部分は光沢を強めに残すといったいわば艶のグラデーションを意識して仕上げていきます。最後に肌色です。肌色は基本的にレジンの白を生かしてクリアカラーを重ねていくサフレス塗装をします。通常の色とは違い、全てクリアカラーのみで仕上げるため、これまで紹介してきた技法とは異なりますが、様子を見ながら薄く吹き重ねて慎重に仕上げていくという基本は変わりませんので、ぜひ試してみてください。肌塗装については解説にかなりのボリュームがありますので、今回はここまでにしますが、
また別の動画で詳しく解説しますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。解説は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。フィギュア業界を見渡すと、どうやって作るのか想像もつかないような美麗な作例にあふれていますが、少なくともマスクドモデラーの技術は魔法のような曲芸じみた技ではなく、手品のように種が分かれば誰もが再現可能ということがお分かりいただけたと思います。再現するには道具や訓練が少なからず必要にはなりますが、経験を積み、独自の工夫を重ねることで今回紹介したテクニックのはるか上を目指すことができるはずです。しかし私は技術や理屈を理解したり情報を集めるよりももっと大切なことがあると考えています。それは実際にフィギュアと向き合い手を動かし持てる限りの時間と愛情を注いで作品を作り切ることです。私はちょっとした手品の種明かしをすることはできますが、フィギュアに命を吹き込む魔法をかけることはあなたにしかできません。フィギュア作りは時間も手間もかかり、うまくいかなくてもどかしいこともありますが、上達までの道のりと時間を本や画面の前でなくフィギュアと共に過ごしましょう。今すぐ動画を閉じて作業机に向かい、フィギュアと分かち合うかけがえのない時間を思い思いに彩ってください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは模型に役立つテクニックや知ってお得な情報を配信しています。動画がお役に立ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。過去作品はホームページに、最新情報は Twitter にて発信していますので、概要欄のリンクからフォローしていただければ嬉しいです。今日があなたにとって素敵な模型日和でありますように。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。